チャンネル名が変わります。キューベイの視点からキューベイインサイトラブへと。このお知らせは2026年1月の良き日まで告知で流れます。G7 はもう古い。これからはコア5の時代だ。そんな噂がワシントンの戦略家たちの間で囁かれています。民主主義か専制主義か、そんな価値観の戦いは終わりを告げようとしています。代わりに始まるのは冷徹な力と利益のゲームです。米国の新戦略は柔軟なリアリズム。中国という巨大なモンスターを止めるためにアメリカは手段を選ばなくなりました。12月18日にアメリカ国務省が米国国家安全保障戦略 NSS2025 を公表しました。その時にそのレポート以外に詳細レポートが存在する、そういった噂が流れました。で、その内容は G7 に代わる Core5 という噂についてです。で、今回はその Core5 という噂、これは噂なので、公表はされていませんけれども、その信憑性について、検討したいと思います。NSS2025 で明らかなのは、大国間のパワーバランスを重視する姿勢です。特に一つ目、柔軟なリアリズム。これをアメリカの国家戦略として採用するということが根底にあります。二つ目の特徴は、国連などの国際機関への不信です。それから3番目は、インドの重視です。で、このコア5というものは、アメリカ、ロシア、中国、インド、それから日本。これが5極ということです。で、このコア5という噂の信憑性はわかりませんけれども、このコア5という考え方は、前回ちょっとお話をしたキッシンジャーの5極構造論に極めて類似をした思想だというふうに言えると思います。イデオロギーの G7 から実利のコア5へ、このような動きが鮮明に示されている考え方だというふうに今言うことができると思います。そもそも覇権という概念は無意味になる。こういうことが言えるのではないかと思います。一つは人類40万年の歴史の中で一度も存在し得なかったということがあります。例えば、アレクサンダー大王のマケドニアにおいても、古代ローマ帝国においても、それから、中国、モンゴルの元においても、単一覇権は存在しませんでした。ペルシャが隆盛を極めた時も覇権は存在しませんでした。スペイン、ポルトガルが大航海時代で世界を二分しようとした時も単一覇権は存在しませんでした。その後のヨーロッパのハプスブルグ家、ナポレオン、すべて失敗しているわけです。人類40万年の歴史の中で世界を単一覇権で統一をするということは誰も成し得なかったということですね。したがって単一覇権は存在し得ないというふうに言えると思います。で、今回の五極覇権、コア5という考え方ですけども、五極覇権ということになると、これはもう覇権ではなくてですね、単なる国際協調と相互牽制というふうに言うことができると思います。で、キューベイはこの覇権がなくなる五極覇権という考え方には基本的には賛成なんですね。なぜかというと、戦争も虐殺も植民地も存在しない世界へと、その可能性を切り開く考え方だというふうに思うからです。このコア5の話を聞いたときに、キ
旧米はやはりそうなるかというふうに思いました。で、これは旧米の視点の頃からこのチャンネルを視聴していただいている方であれば、記憶にあると思いますけれども、旧米の日米露三国同盟構想というのがありました。で、これは2023年、一昨年の11月の話です。一昨年3年前ですかね。で、これは、ある意味で逆ニクソンショックなんですね。ニクソンショックというものの、ちょうど逆バージョンになるということで、これは何かというと、中国の封じ込めということになります。この旧米の日米露三国同盟構想は、2023年の11月、旧米の視点でいうと、48回目のところで、放送しているので、それをよければご覧いただければ、ありがたいなというふうに思います。で、この、三国同盟の構想の中では、ロシアとの戦略的安定の回復、それから2番目としては、ロシアを中国から引き剥がす。それから3番目としては、日米露三国共同の経済事業ということが中心になっています。これの中でですね、日本が一番ハードルが高いのは、ロシアとの戦略的安定の回復ということになるかと思います。やはり中国をぐるっと回り込む包囲網というものが必要なことは間違いないと思います。で、今回のコア5は日本とアメリカとロシアで、そこにインドが加わって東、西、それから西というかアメリカですね、それから南、これでその中国を包囲をすると。別にこれはその中国を侵略しようかとかいうことではなくてですね、中国の暴挙、その中華思想に基づく覇権の願望というものを牽制するということになります。で、なぜそうなるかというとですね、中国経済の3つのエンジン停止と政権崩壊リスクがあるからです。これは2023年の旧米の視点が始まった頃から、この中国経済のリスクについては触れているんですけども、中国経済の構造的な問題、これは何回も言っていますけれども、不動産、輸出、内需、この3つのエンジンが全て機能不全に陥っているということですね。で、不動産については、大体3分の1ぐらいの、牽引力があると。輸出も3分の1ぐらい、内需についても、3分の1ぐらい。で、これは旧米がですね、2003年ですかね、WTO に加盟した年なんですけども、ある金融関係のプロジェクトで、中国と仕事をした時に思ったんですけども、その頃から、不動産に投資をするというものは、少し熱気を帯びていました。で、これは構造的な問題がそこにあってですね、中国というのは、共産主義なので、土地を私有化するということはできないわけです。ですから、マンションを建ててもですね、その、土地というのは、借地権になるんですね。その借地権で期間が決まっている中で、不動産に投資をして、売却をして回収しようということになると、その当然構造的に非常に短期売買に対するインセンティブが働くということになります。登記をする前の借病という仮の、要するに登記権みたいなものを中心にして、どんどんその、マンションとか建物ができるまでの間に所有者が、何回転もするというようなものがありました。で、これは中国の、官僚の人たちは日本のその、不動産バブルというものを非常によく研究していて、何が原因だったんだろうということを、それ私も聞かれましたし、そういうその研究をしていたわけですね。それでもですね、その政権の方針によって、その政府が効かずに不動産バブルが崩壊をした。それから輸出ドライブも、世界的な貿易戦争を引き起こしたと。さらには、外国企業、日本を含めた外国企業が撤退していったことによって、
内需の不振というか失業問題も、上昇したということになるわけですね。で、これがその中国経済の構造的な問題なんですけれども、まず内需主導へ強制転換をさせるということになるわけです。それから2番目としては軍拡をやめさせ、経済連携という名の構造改革を迫るということが、これはその中国の人たちにとってもですね、歓迎すべき話なんですね、本来は。で、アメリカと日本とインド、ロシアが一斉に中国の輸出逃避を封じれば、中国は国内に溜まった過剰在庫と失業問題で、こういったものからですね、内部から崩壊するリスクが高まるわけです。で、それを防ぐためにも、中国もコア5のテーブルについて、軍拡を諦めて、経済の改革もしくは延命を図るしかないと。私はこういうふうに考えるわけです。ただ、その中国を一方的に非難するつもりは私はないわけです。で、これはグローバルサウスに対して日本、それから先進国も見習うべき点はいっぱいあるというふうに考えています。その中の一つの考え方として、このような分析をしてみました。世界権力構造のマトリックス分析、グローバルサウスの台頭と西側諸国の停滞。で、これは、今、グローバルサウスの台頭っていうのはですね、このグループだけで世界ナンバーワンの GDP を占めているわけですね。実質 GDP で考えれば、中国とロシアは、トップ5を、入ってくる。それからインドも、そろそろ入ってくる。こういう環境にあるわけです。で、西側は、ヨーロッパを中心に停滞をしているということになるわけですけども、なぜこれが起きるのかということです。で、ここで示した図は、横軸、右側が政治主導の体制。政治主導ということはですね、長期安定政権であるということと、官僚が素直に政治家の言うことを聞くということになります。で、反対軸はですね、官僚主導ですね。で、これは、官僚が政治家の言うことを聞かない。これはある一面では、政治家が短命政権であるということにもつながってくるわけです。で、縦軸はですね、その国の、政治家、官僚、もしくはこういった人たちが公を志向しているのか、もしくは、私を志向しているのかということになるわけです。公を志向するというのは、国民を、大切に思う国民至上主義ということにつながるわけで、逆のですね、下向きの私志向というのは、例えば役人が自分の出世のことしか頭にない。で、こういうようなもちろんその腐敗とかですね、汚職というのは、この私志向の方に入ってくるわけですけども、それだけではなくて、出世至上主義というものも入ってきます。で、このような縦横の4象限を取ってみると、非常に明らかになってくるんですね。で、第一象限の、公志向で、しかも長期安定で政治主導が効いているというのはですね、ロシア、それから中国、インドという、いわゆるグローバルサウスが入ってくるわけです。ロシアは、一番その政治主導、長期安定政権で、中には、働いている人にはですね、汚職とかですね、その賄賂みたいなものをもらう人もいるかもしれませんが、高級官僚の中でいうと、極めてパブリックに対するミッションの意識が高いということですね。したがって、政治主導で公の、考え方が、浸透している国ということになります。それから、中国はですね、これは政治主導ですね。で、これはその中国はちょっと戦場にあるのは、基本その公志向というものが半分ぐらい。それから、いわゆる地方政治の問題もあるので、その私志向というものもあるということで、ちょっと戦場にあります。で、インドも、この右上の象限に入ってくるということですね。ちょうど対極的なのが左下の象限に入ってくる。官僚主導で短命政権。
それで、私思考というのはですね、中には汚職をしている者もいるかもしれませんけども、出世至上主義ということで、自分の出世のためにはですね、国民を無視するということになるわけです。今現在日本は、この左下のところになるわけですね。つい最近でも、官僚主導が明らかになるような、ことがありました。それから、日本だけではなくて、ちょうどそのロシアと、真反対、対極にあるのが欧州連合、フォンデアライエンの欧州連合 EU ということになります。で、同じように、イギリス、フランス、ドイツということに、なるわけですね。ちょっとヨーロッパの、補足をすると、イギリスについては、ブレグジット以降の混乱によって、首相が頻繁に交代をしました。キャメロンからメイ、それからジョンソン、リズトラス、スナク、スターマーということで、猫の目のように変わるリーダーというような、イメージが定着をしました。で、それを支える強力な、公務員機構、シビルサービスという構図はまさに官僚主導ということが言えると思います。で、ドイツなんですけども、ドイツは、かつては、日本に近かったんですけども、メルケル長期政権時代は、右の安定の方にいました。で、現在は連立政権で、これはもうその信号機のように変わる連立ということで、機能不全に陥っていてですね、支持率も低迷しています。で、経済よりも、例えば環境イデオロギーとか、財政規律とか、それからウクライナ戦争とか、で、そういうシステム維持を優先し、自滅的な不況に陥っているということで、典型的なそのシステム過信という没落に至っています。で、もう一つのフランスなんですけども、大統領制であるためにですね、日本やドイツの首相よりは権限が強いということになるわけですけども、でも議会とのねじれとか暴動、ストライキ、こういった問題によってですね、実際には何も決められない状態が、常態化しているということですね。で、官僚の面でいうと、エリート官僚養成学校、ENA というものがありまして、で、その出身者が支配する国でもあるということで、構造は完全に官僚主導ということが言えると思います。で、この中で、左下の証言の、日本を含めた、欧州連合、それから、ヨーロッパの主要国ですね。で、こういったものが、極めて構造的な不況というか、形骸化をしているというか、競争力を喪失しているというか、この西側の、黄昏ということが、言えると思います。で、日本はですね、この左下の証言から、可能であればというか、ぜひ目指してもらいたいのは、プロットしてあるように、右上の証言なんですけども、例えばロシアのように政治主導があまり強いというよりも、どちらかというと日本は政治家と官僚がうまく機能して、協力し合って、でも全体的には政治主導であると。したがって、真ん中寄りの右証言。それで、その国民至上主義か出世至上主義か、ここが大きく違うんですけども、国民至上主義に大きく舵を取ってもらいたいと。なので、縦軸でいうと、ロシア並みにですね、パブリック思考であってもらいたいというふうに、私、キューベは考えています。で、アメリカはですね、これは4年に一度大統領が変わるので、構造的に短命政権のベースになるんですけども、左上にあるわけです。で、これはやはり、そのパブリック思考ということで、国民至上主義かというと、92年のクリントン政権からバイデン政権に至るまで、他国の内政干渉をしてですね、軍需産業を儲けさせるようなことがあって、国民に対してですね、
何もほとんどやってこなかったと。メディケア、メディケイドというのはありますけども、そういったことなので、あまりパブリックとは言い難いんですけども、それでも、国民主義至上主義の方に、若干入ってくるということですね。で、これは、今トランプ政権になって、この左上のところから、政治主導に、少しなってきていると。トランプ政権に対する評価というのは、一時のですね、登場した時から、支持率もちょっと落ちてきているということで、意見が分かれるところですけども、政治主導であることは間違いないということですね。で、この政治主導というものが、右下に注釈が書いてありますけれども、正しいリーダーが選ばれるということを意味するものではないです。私個人的にはトランプさんも、過去の比較の中で言うと、正しいリーダーだというふうに思っていますし、ロシアのプーチンはですね、世界最高の政治リーダーであるというふうに、私は個人的には思っています。日本の高市首相、もしくはその保守勢力がですね、日本のその政治改革というか、霞が関改革をですね、行って、この国民至上主義、公志向というふうになるのであれば、それが一番望ましいというふうに私は思っています。ただ、官僚主義ということがまだ全然、変わってないというかですね、そこの悪しき習慣を引きずっているというような事件が、ありました。で、これは2025年12月10日に、時事通信で報道されたものを引用しているんですけども、日本、ロシア資産の活用拒否、ウクライナ支援でということで、報道があったわけですね。これは第1回目の、キューベインサイトラボで、ウクライナ支援とユーロクリアの問題を、お話ししましたけれども、日本はこのロシア産の、凍結資産の、活用というものを、最初拒否したわけです。この、記事をちょっとそのまま読みますと、途中からですけれども、同日の先進7カ国 G7、財務相会合で EU がロシアの凍結資産の活動を要請。日本は約300億ドル、4兆7000億円規模の凍結資産を有しているが、片山さつき財務省は法的な懸念を理由に凍結資産を活用する可能性を否定したという、こういうふうに書いてあります。で、そこに続く記事で、右側なんですが、一方で財務省の三村淳財務官は9日報道を否定。日本の国益を阻害するような記事だとして撤回を求める意向を示したというふうにあります。で、これ片山さつきさんは財務大臣で、財務省出身でもあるわけですね。で、この三村財務官というのは、省庁のトップクラスである次官に次ぐ、次官級のポストなんですけども、年齢でいうと1960年代ぐらいですかね。私から見ると10個ぐらい下なんで、片山さつきさんと私が大体似たような年齢で、この三村財務官というのは、多分10歳ぐらい下だと思うんですけども。で、それが、盾ついたということになるわけですね。盾をついたというかですね、そのようなことはないと否定しているわけです。で、私個人的にはこの片山さつき財務大臣の、この凍結資産の活用拒否というのは正しい判断だというふうに思っています。で、その理由は、1回目のウクライナとユーロクリアの問題で示したような、法的懸念の理由からですね。で、一方でこの三村財務官というのは G7 に歩調を合わせると。西側から逸脱するようなことはしたくないということが強くあるんだと思うんですね。で、こういうような構図がですね、やはり日本の中の問題の構図であるということが言えると思います。前回のキューベインサイトラボ2回目でですね、NSS2025 の中で、その日本には及ぼす影響、例えば、中東のシーレーンをどういうふうに守るかということだけではなくてですね、
エネルギーの自立ということ、それから通貨については、通貨の、要するに交換レートが変動する、もしくは不利な状況に陥るというものは、内需経済循環型の内需経済というものが、重要だということで、言いました。それから3点目については、バランス型の外交、独自の防衛力、こういうふうに言ったわけですけども、そういったものを、例えばこの三村財務官のような財務省とか、あと外務省もですね、非常に問題があると思っています。っていうのは、外務省は、日本のその内閣もしくは政治家の言うことをあまり聞かないわけですね。で、その外務省、要するに外交官というのはある程度、ロングタームで長い目で見て、各国とその関係を保ってですね、ということはわかるんですけども、あまりにも、西側偏重に、過ぎているわけです。で、それが、日本の国益にかなっていないと。下手をすれば、日本の国益を考えずにですね、政治家の足を引っ張るということを考えるということに、なるわけです。で、そういった意味で、私は霞が関の、大胆な改革というのは、必要であるというふうに考えているんですけれども、この、去年の1月にですね、出した私の続新たな国学の勧め、ここからですね、第10章霞が関改革のアイデアとあり方というものをちょっと抜粋をしています。赤で囲んだところですけれども、まずは外務省ですと。で、外務省は二分割した方が良いというのが私の考えです。日本は戦後からずっと現在に至るまで米国に従属をしてきた国で、それは自民党やメディアと密接に関連しています。ということが書いてあります。で、次のところでも赤枠で囲んでるんですけれども、外務省は米国や西欧を中心にした体制から欧米圏とグローバルサウスを明確に分けた多軸型の外交に転換すべきであって、そのため欧米圏部局が外務省という単一組織の上位に位置づけられることは百害あって一理なしなのです。私は欧米外交省とグローバルサウス外交省を分けて並列に置くべきだと考えています。私はちょっとこういう考えなんですね。で、外務省が一つだと、やはりその官僚の人たちが自分の出世を考えると。そうするとですね、どうしても西側の、官僚たちとの付き合いの中で、短命政権の政治家の意見に従うよりは、そこと関係を、保っていこうというインセンティブが働くわけです。従って、この欧米を担当する外務省と、それからグローバルサウスを担当する外務省、この2つに分けるというのは私のアイデアです。それから左側で書いていますけれども、私は YouTube でもブログでも日米露三国同盟を提唱しています。これは軍事同盟というよりも平和的な国際協力の枠組みです。で、これを推進するためにも外交情報局は必要ですというふうに書いています。で、このような、やはりその今までの考え方とはだいぶ違うその霞が関のあり方というものが必要になってくるのではないでしょうか。私は720年ぶりに、西側の、その世界観から東に時代が動くということを前から言っていますし、アメリカも、数十年ぶりに、外交政策を転換するという岐路に立っているので、これについては、私は、やはり正しい方向だというふうに考えて、主張していきたいなというふうに考えています。今回、キューベイインサイトラボに、チャンネル名を変更した、最初の3部作として、1回目は、ウクライナ戦争における、ロシア資産凍結の流用問題からユーロリスクの、ユーロクリアのリスク。で、そして、Mブリッジという
グローバルサウス通貨へのですね、参加を考えたらいいのではないかという話をしました。で、ボリューム2では、アメリカの国務省が、NSS2025 を、公表しましたけれども、その内容というのは、アメリカが30年来続けてきた、アメリカによる単一覇権というものの、姿勢を180度転換して、地域覇権、それから、バランス型の外交、ディール型の外交といった方がいいかもしれませんけども、それについての、内容を、分析をしました。で、それによって、日本は真の独立を目指すチャンスがあるかもしれませんけれども、現在のような体制のままではなかなか難しくてですね、リスクしかないということになるわけです。で、今回はその中で公表はされていませんけども、コア5という考え方、5極構想ということになるんですけども、でこの5極構想は、旧米の考えている日米露三国同盟に極めて近いものであったということが言えるわけです。でこのコア5による日米、それからロシア、インド、それから中国を囲い込んで暴走を牽制する。決してその中国を叩くわけではありませんけれども、中国の経済のそれから体制の構造改革ということで考えれば、これは非常に良い枠組みだというふうに思っています。ただ問題は、解決策はもうこれしかないというふうに思っているんですけれども、それを政治家が気づいても霞が関の官僚が従来の考え方のままではですね、日本は決して変わらないということが、このグローバルサウスと劣化するヨーロッパの縦横の4次元、4象限のマトリックスで明確になったわけです。日本は守られる国から極ポールへと動いている中で、そんな大変化の中で私たち国民はどのように認識を改め何を支援したら良いのでしょうか。最後これを皆さんに考えていただきたいということをお伝えして、今回の3部作については終わりにしたいと思います。キューベでした。